トピック1、ショッピング旅行。アンナ、昨日のお友達との買い物はどうだった？アンナ、昨日のお友達との買い物はどうだった？ああ、面白かった。私たちはこの新しいブティックに行き、私の友人はこの本当に奇妙な服を試着しました。ああ、面白かった。私たちはこの新しいブティックに行き、私の友人はこの本当に奇妙な服を試着しました。何がそんなに奇妙だったの？まあ、水玉模様の明るいピンクのジャンプスーツとお揃いの帽子でした。まるでウォーキングフルーツサラダのようでした。まあ、水玉模様の明るいピンクのジャンプスーツとお揃いの帽子でした。まるでウォーキングフルーツサラダのようでした。それはかなりワイルドに聞こえます。彼女は結局それを買ったのですか？それはかなりワイルドに聞こえます。彼女は結局それを買ったのですか？まさか。私たちは二人とも突然笑い出し、それが間違いなく彼女のスタイルではないことに同意しました。まさか。私たちは二人とも突然笑い出し、それが間違いなく彼女のスタイルではないことに同意しました。しかし、少なくともあなたは楽しい時間を過ごしましたよね。それは残念だ。しかし、少なくともあなたは楽しい時間を過ごしましたよね。絶対に。結局、靴やアクセサリーのお得な情報を見つけました。絶対に。結局、靴やアクセサリーのお得な情報を見つけました。私は彼女に、他の方法では決して試着しなかったであろう明るい青色のパンプスを買うように説得しました。私は彼女に、他の方法では決して試着しなかったであろう明るい青色のパンプスを買うように説得しました。あなたは素晴らしいショッピングパートナーのようですね。いい仕事だ。あなたは素晴らしいショッピングパートナーのようですね。ありがとう。友達と一緒に買い物をするのはいつももっと楽しいです。ありがとう。友達と一緒に買い物をするのはいつももっと楽しいです。彼らがどんなクレイジーな衣装を試着するかはわかりません。彼らがどんなクレイジーな衣装を試着するかはわかりません。トピック2、誕生日パーティー。やあアンナ、昨夜の誕生日パーティーは楽しかったかい？やあアンナ、昨夜の誕生日パーティーは楽しかったかい？なんてこった、クレイジーだった。なんてこった、クレイジーだった。そこにはたくさんの人がいて、音楽はとてもうるさかったです。そこにはたくさんの人がいて、音楽はとてもうるさかったです。家からずっと聞きました。パーティーは誰のためのものだったの？家からずっと聞きました。パーティーは誰のためのものだったの？それは友人のサラのためだった。彼女は昨日30歳になりました。それは友人のサラのためだった。彼女は昨日30歳になりました。もう30。時間はあっという間です。彼女は楽しかったですか？もう30。時間はあっという間です。彼女は楽しかったですか？そうそう、彼女はそれが大好きでした。彼女はダンスフロアに上がってワームもやった。そうそう、彼女はそれが大好きでした。彼女はダンスフロアに上がってワームもやった。まさか。それを見ることができたらよかったのに。まさか。それを見ることができたらよかったのに。かなり壮大でした。しかし、彼女はバックフリップをしようとし、結局お尻に落ちてしまいました。かなり壮大でした。
しかし、彼女はバックフリップをしようとし、結局お尻に落ちてしまいました。それは残念です。彼女は怪我をしたの？それは残念です。彼女は怪我をしたの？いいえ、彼女は元気でした。でも今朝は間違いなくそれを感じていた。いいえ、彼女は元気でした。でも今朝は間違いなくそれを感じていた。彼女は私にメールして、二度と飲まないと言った。彼女は私にメールして、二度と飲まないと言った。クラシックな二日酔いの動き。でも全体的には楽しいパーティーのようですね。クラシックな二日酔いの動き。でも全体的には楽しいパーティーのようですね。間違いなく。そして、ケーキは素晴らしかったです。それは至るところにスプリンクルとキャンドルが置かれたこの巨大なチョコレートケーキでした。間違いなく。そして、ケーキは素晴らしかったです。それは至るところにスプリンクルとキャンドルが置かれたこの巨大なチョコレートケーキでした。来月あなたの誕生日にパーティーを開くべきかも。今、お腹が空いてきた。来月あなたの誕生日にパーティーを開くべきかも。ああ、その準備ができているかどうかわからない。ああ、その準備ができているかどうかわからない。でも、ケーキを買ってミニセレブレーションができることは間違いありません。でも、ケーキを買ってミニセレブレーションができることは間違いありません。計画みたいだね。計画みたいだね。トピック3、冬服。ねえ、アンナ、もう冬服を脱ぎ始めた？ねえ、アンナ、もう冬服を脱ぎ始めた？まだだけど、そろそろ始めようかな。冬が来る。まだだけど、そろそろ始めようかな。冬が来る。はい、ショーツとビーチサンダルを片付けて、暖かいコートとブーツを持ち出すときです。はい、ショーツとビーチサンダルを片付けて、暖かいコートとブーツを持ち出すときです。冬服は嫌いです。いつもとてもかさばって不快です。冬服は嫌いです。いつもとてもかさばって不快です。でも少なくとも着心地の良いセーターとスカーフを着ることができます。でも少なくとも着心地の良いセーターとスカーフを着ることができます。さらに、去年買った可愛いブーツがついに手に入ります。さらに、去年買った可愛いブーツがついに手に入ります。それは本当だと思います。でも、サマードレスとサンダルが恋しくなるよ。それは本当だと思います。でも、サマードレスとサンダルが恋しくなるよ。気持ちはわかるよ。しかし、このように考えてください。少なくとも、足を頻繁に反る心配はありません。気持ちはわかるよ。しかし、このように考えてください。少なくとも、足を頻繁に反る心配はありません。それも一つの見方です。でも、夏がいつまでも続いていたらいいのに。それも一つの見方です。でも、夏がいつまでも続いていたらいいのに。私も。でもそれまでは、冬のファッションを最大限に活用しましょう。もしかしたら、あなたも気に入り始めるかもしれません。私も。でもそれまでは、冬のファッションを最大限に活用しましょう。もしかしたら、あなたも気に入り始めるかもしれません。それはとても疑わしいですが、心を開いておくように努めます。それはとても疑わしいですが、心を開いておくように努めます。トピック4、重いソファ。ねえ、
アンナ、このソファを部屋の反対側に移動するのを手伝ってくれる？ねえ、アンナ、このソファを部屋の反対側に移動するのを手伝ってくれる？もちろん、やってみましょう。でもかなり重そうに見えます。対処できると思いますか？もちろん、やってみましょう。でもかなり重そうに見えます。対処できると思いますか？もちろんできます。私たちは強くて有能な大人です。もちろんできます。私たちは強くて有能な大人です。よし、やってみよう。3つ数えて、準備はいいですか？ 1、2、3。よし、やってみよう。3つ数えて、準備はいいですか？ 1、2、3。なんてこった、ジョン、これは1トン重い。なんてこった、ジョン、これは1トン重い。わかってるよね？なぜこれが良いアイデアだと思ったのですか？わかってるよね？なぜこれが良いアイデアだと思ったのですか？見当もつかない。しかし、今はやめられません。それができたらどんなに達成感を感じるか考えてみてください。見当もつかない。しかし、今はやめられません。それができたらどんなに達成感を感じるか考君の言うえて通りだ、みてくだ続けまさい。しょう。君の言う通りだ、続けましょさて、もうすぐです。あと数インチ。さて、もうすぐです。あと数インチ。う。はい、やりました。ハイタッチ。はい、やりました。ハイタッチ。あれは強烈だった。今は休憩が必要だと思う。あれは強烈だった。今は休憩が必要だと思う。同意した。しかし、少なくとも、どんな重労働にも対処できることは分かっています。同意した。しかし、少なくとも、どんな重労働にも対処できることは分かっています。すぐにまたやる必要がない限り。すぐにまたやる必要がない限り。結構だ。結構だ。トピック5、車のスピード違反。アンナ、今あの車が私たちを通り過ぎるのを見た。アンナ、今あの車が私たちを通り過ぎるのを見た。あいつは早すぎた。彼は急いでいるに違いない。あいつは早すぎた。彼は急いでいるに違いない。君がどんなに急いでいても、事故の危険を冒す価値は決してないよ。君がどんなに急いでいても、事故の危険を冒す価値は決してないよ。まさに。彼らがなんて言うか知ってるでしょ？遅刻しないよりはマシだ。まさに。彼らがなんて言うか知ってるでしょ？遅刻しないよりはマシだ。それ以上同意できない。その上、運転が速すぎると危険であり、致命的になることさえあります。それ以上同意できない。その上、運転が速すぎると危険であり、致命的になることさえあります。言うまでもなく、燃費の面ではひどいものです。言うまでもなく、燃費の面ではひどいものです。いつもスピードを出していると、ガソリンにもっと多くのお金を費やすことになります。いつもスピードを出していると、ガソリンにもっと多くのお金を費やすことになります。さらに、おそらくスピード違反の切符を手に入れることになるでしょう。それは良い点です。さらに、
おそらくスピード違反の切符を手に入れることになるでしょで、それでは数分余分に節約する価値は全くありません。で、それでは数分余分に節約する価値は全くありません。だから、制限速度を守って乗り心地を楽しんでみましょう。結局のところ、安全にそこに着くことが本当に重要です。だから、制限速度を守って乗り心地を楽しんでみましょう。結局のところ、安全にそこに着くことが本当に重要です。同意した。そして、事故や交通停止を避ければ、もっと早くそこに着くことができるかもしれません。同意した。そして、事故や交通停止を避ければ、もっと早くそこに着くことができるかもしれません。まさに。それでは、ゆっくりと旅を楽しみましょう。まさに。それでは、ゆっくりと旅を楽しみましょう。トピック6、子供向けのサマーコース。ねえ、アンナ、夏休みに子供たちをどうするか考えたことはありますか？ねえ、アンナ、夏休みに子供たちをどうするか考えたことはありますか？彼らを忙しくさせるためにサマーコースに申し込もうと思っていました。彼らを忙しくさせるためにサマーコースに申し込もうと思っていました。それはいい考えだ。どんなコースを考えていますか？それはいい考えだ。どんなコースを考えていますか？さて、私は彼らが楽しんでくれると思う本当にクールなコーディングコースを見つけました。さて、私は彼らが楽しんでくれると思う本当にクールなコーディングコースを見つけました。それは彼らの将来のキャリアにとっても良いことです。さらに、それは彼らの将来のキャリアにとっても良いことです。それはかなり進んでいるように聞こえます。コーディングとは何なのかよくわかりません。それはかなり進んでいるように聞こえます。コーディングとは何なのかよくわかりません。心配しないで、教えます。もしかしたら、あなたもコーディングの天才になれるかもしれません。心配しないで、教えます。もしかしたら、あなたもコーディングの天才になれるかもしれません。それはとても疑わしい。でも、子供たちにとっては楽しくて教育的な夏のアクティビティのようですね。それはとても疑わしい。でも、子供たちにとっては楽しくて教育的な夏のアクティビティのようですね。間違いなく。そして、他のすべてが失敗しても、いつでも昔ながらのサマーキャンプに送って、森の中を走り回らせることができます。間違いなく。そして、他のすべてが失敗しても、いつでも昔ながらのサマーキャンプに送って、森の中を走り回らせることができます。子供の頃にサマーキャンプに行ったことを覚えています。それは私の人生で最高の時期でした。子供の頃にサマーキャンプに行ったことを覚えています。それは私の人生で最高の時期でした。こっちも同じでも、子供たちはキャンプファイヤーを立てるよりもビデオゲームをしたいと思っている気がします。こっちも同じでも、子供たちはキャンプファイヤーを立てるよりもビデオゲームをしたいと思っている気がします。それは本当です。しかし、いずれにせよ、彼らは素晴らしい夏を過ごせると確信しています。それは本当です。しかし、いずれにせよ、彼らは素晴らしい夏を過ごせると確信しています。もしかしたら、コーディングについて少しでも教えてくれるかもしれません。同意した。もしかしたら、コーディングについて少しでも教えてくれるかもしれません。トピック7、職場で新しい友達ができた。アンナ、今日は仕事で新しい友達ができました。アンナ、今日は仕事で新しい友達ができました。
素晴らしい、ジョン。彼らの名前は？素晴らしい、ジョン。彼らの名前は？彼の名前はデーブで、彼は本当にミュージカルシアターに夢中です。彼の名前はデーブで、彼は本当にミュージカルシアターに夢中です。ああ、かっこいい。ミュージカルも好きですか？ああ、かっこいい。ミュージカルも好きですか？そうでもないけど友達になれるようにしたって彼に言ったんだ。そうでもないけど友達になれるようにしたって彼に言ったんだ。母、ジョン、それは友情を始めるのに良い方法じゃない。君は彼に正直に話すべきだ。母、ジョン、それは友情を始めるのに良い方法じゃない。君は彼に正直に話すわかってるべきだ。けど、仕事で新しい友達を作りたかったんだ。わかってるけど、仕事で新しい友達を作りたかったんだ。そして、彼は本当に良さそうだったので、潜在的な友情を見逃したくありませんでした。そして、彼は本当に良さそうだったので、潜在的な友情を見逃したくありませんでした。まあ、それは理解できると思います。しかし、それでも両方が実際に楽しんでいる共通の興味を見つけるように努めるべきです。まあ、それは理解できると思います。しかし、それでも両方が実際に楽しんでいる共通の興味を見つけるように努めるべきです。スポーツ観戦が好きか、ビデオゲームをするのが好きか聞いてみようかな。そうだね。スポーツ観戦が好きか、ビデオゲームをするのが好きか聞いてみようかな。ほらほら、もしかしたら、彼があなたが本当に好きなミュージカルを紹介してくれるかもしれません。ほらほら、もしかしたら、彼があなたが本当に好きなミュージカルを紹介してくれるかもしれません。それはとても疑わしい。でも試してみる価値はあると思います。それはとても疑わしい。でも試してみる価値はあると思います。ジョン、正直が最善の方針だということを忘れないで。嘘で友情を始めたくない。ジョン、正直が最善の方針だということを忘れないで。嘘で友情を始めたくない。そうだね。アンナ・デーブのところに行って、何か共通点が見つかるか見てみよう。そうだね。アンナ・デーブのところに行って、何か共通点が見つかるか見てみよう。それが精神です。そして、もしかしたら、結局あなたは素晴らしい友達になってしまうかもしれません。それが精神です。そして、もしかしたら、結局あなたは素晴らしい友達になってしまうかもしれません。ありがとう、アンナ。どうなるか教えてあげよう。ありがとう、アンナ。どうなるか教えてあげよう。トピック8、クリスマス休暇の計画。ねえ、アンナ、今年のクリスマス休暇に何をすべきか考えたことはありますか？ねえ、アンナ、今年のクリスマス休暇に何をすべきか考えたことはありますか？寒い気候から逃れて熱帯の休暇に行けると思っていました。寒い気候から逃れて熱帯の休暇に行けると思っていました。素晴らしく聞こえますが、クリスマスにビーチに行くのはちょっと決まり文句だと思いませんか？素晴らしく聞こえますが、クリスマスにビーチに行くのはちょっと決まり文句だと思いませんか？多分、でも毎年雪かきには飽き飽きしている。多分、でも毎年雪かきには飽き飽きしている。ビーチサンダルを履いてビーチでマルガリータを飲みたい。ビーチサンダルを履いてビーチでマルガリータを飲みたい。それについては議論の余地がない。しかし、
クリスマスの伝統についてはどうでしょうか。これらを省略することはできません。それについては議論の余地がない。しかし、クリスマスの伝統についてはどうでしょうか。これらを省略することはできません。良い点です。妥協して、トロピカルをテーマにしたクリスマスを過ごすことができるかもしれません。良い点です。妥協して、トロピカルをテーマにしたクリスマスを過ごすことができるかもしれません。ヤシの木をライトで飾ったり、水着を着てキャロルを歌ったりできます。ヤシの木をライトで飾ったり、水着を着てキャロルを歌ったりできます。それはかなり面白そうですね。また、サングラスをかけたり、フルーティーな飲み物を飲みながらギフトを交換することもできます。それはかなり面白そうですね。また、サングラスをかけたり、フルーティーな飲み物を飲みながらギフトを交換することもできます。クリスマスハムの代わりに、ビーチでバーベキューをすることもできます。クリスマスハムの代わりに、ビーチでバーベキューをすることもできます。私はあなたの考え方が好きです。これは史上最高のクリスマスかもしれません。私はあなたの考え方が好きです。これは史上最高のクリスマスかもしれません。太陽、砂、サーフィンができるのに、雪や寒さが必要なのは誰ですか？同意した。太陽、砂、サーフィンができるのに、雪や寒さが必要なのは誰ですか？まさに。トロピカルなクリスマスの祭典の計画を始めましょう。まさに。トロピカルなクリスマスの祭典の計画を始めましょう。トピック9、卒業式。ねえ、アンナ、昨夜の卒業式に行ったの？ねえ、アンナ、昨夜の卒業式に行ったの？とても楽しかったです。みんなとても興奮して幸せでした。とても楽しかったです。みんなとても興奮して幸せでした。それはすごい。面白い瞬間を見ましたか？それはすごい。面白い瞬間を見ましたか？ある男は卒業証書を取りにステージを横切って歩いているときに帽子が落ちました。ある男は卒業証書を取りにステージを横切って歩いているときに帽子が落ちました。まさか。彼はそれを拾うために立ち止まったのか、それともただ歩き続けたのか。まさか。彼はそれを拾うために立ち止まったのか、それともただ歩き続けたのか。彼はそれを拾おうとしたが、結局つまずいて転ぶところだった。かなり面白かったです。彼はそれを拾おうとしたが、結局つまずいて転ぶところだった。かなり面白かったです。かわいそうなやつ。でも少なくとも彼は卒業証書をもらったよね。かわいそうなやつ。でも少なくとも彼は卒業証書をもらったよね。そして彼はそのドラマチックな瞬間にさらに歓声と拍手喝采を浴びた。そして彼はそのドラマチックな瞬間にさらに歓声と拍手喝采を浴びた。それは素晴らしい。みんな楽しい時間を過ごしたようですね。それは素晴らしい。みんな楽しい時間を過ごしたようですね。間違いなく。そして、卒業生総長は本当に感動的なスピーチをし、誰もが涙を流しました。間違いなく。そして、卒業生総長は本当に感動的なスピーチをし、誰もが涙を流しました。それはいいですね。卒業式ではいつも感情的になる。それはいいですね。卒業式ではいつも感情的になる。私も。
勤勉な学生たちが目標を達成し、人生の次の章に進むのを見るのは、とても特別な瞬間です。私も、勤勉な学生たちが目標を達成し、人生の次の章に進むのを見るのは、とても特別な瞬間です。それ以上同意できない。卒業生の皆さん、おめでとうございます。それ以上同意できない。卒業生の皆さん、おめでとうございます。はい、今後のご活躍をお祈りします。はい、今後のご活躍をお祈りします。トピック10、寿司。ねえ、アンナ、寿司を食べたことはありますか？ねえ、アンナ、寿司を食べたことはありますか？もちろん、私は寿司が大好きです。私の好きな食べ物の一つです。もちろん、私は寿司が大好きです。私の好きな食べ物の一つです。本当に？私はそれを試したことがありません。何がそんなに素晴らしいの？本当に？私はそれを試したことがありません。何がそんなに素晴らしいの？まあ、手始めに、美味しいです。そして、様々な種類の巻き寿司から選ぶことができます。まあ、手始めに、美味しいです。そして、様々な種類の巻き寿司から選ぶことができます。わからないけど、生の魚というアイデアにはうんざりするよ。わからないけど、生の魚というアイデアにはうんざりするよ。信じてくれ、思ったほど悪くはない。また、アボカドロールやキュウリロールなど、ベジタリアン向けのオプションもたくさんあります。信じてくれ、思ったほど悪くはない。また、アボカドロールやキュウリロールなど、ベジタリアン向けのオプションもたくさんあります。多分やってみるよ。でも気に入らなかったら？多分やってみるよ。でも気に入らなかったら？じゃあ、お寿司を食べてあげよう。問題ない。じゃあ、お寿司を食べてあげよう。問題ない。取引。でも、結局好きになって食べるのをやめられないとしたら？取引。でも、結局好きになって食べるのをやめられないとしたら？じゃあ寿司中毒支援グループを始めないと。じゃあ寿司中毒支援グループを始めないと。計画みたいだな。でもその前に寿司を食べに行って何が大騒ぎなのか見てみましょう。計画みたいだな。でもその前に寿司を食べに行って何が大騒ぎなのか見てみましょう。はい、やってみましょう。後悔しないことを保証します。はい、やってみましょう。後悔しないことを保証します。ご視聴ありがとうございます。私たちのチャンネルを購読してください。そして私たちのチャンネルからもっと動画を